こんにちは、トラベルライターのゆりえです。今回は、インスタで募集してたYouTube のリクエストから、テーマをピックアップしました。今回のテーマは一生もののラグジュアリーアイテムをご紹介できたらなと思っています。なぜこの動画を撮ることになったかというと、最近ずっとどこのブランドもハイブランド系特に値上げが続いていて、もちろんね予算に限りがないのであれば欲しいものなんていっぱいあるんですけど、限られた予算の中でお買い物するってなった時にいつも思ってるのが長く使えることだったりとか、一生っていうとなかなか難しいと思うんですけど、せめてこの先10年20年ぐらい長いスパンで使えるものを厳選して選んでお買い物できたらなというふうに思っています。結構ね、去年一昨年とかで今まであったウィッシュリストは結構叶えてきたので、実際に一群として使ってて、かつ一生ものというふうに言えるアイテムはどれかっていう話をしていけたらなと思っています。ジャンルで言うとバッグ、ジュエリー、靴とかコートとかも含む小物系だったりとかを3部門でご紹介できたらなと思っています。私35歳になったばっかりなんですけど、20代の頃から10年選手で使っているようなアイテム、これは最後にご紹介できたらなと思っています。まずはジュエリーからいこうかな。年末にジュエリーだけの紹介動画を撮っていて、今回はジュエリー2つです。今後も長く使っていけるような一生ものと言われるアイテム。1個目はね、これカルティエのラブブレス、ピンクゴールドのカラーです。もうずっと右腕につけてるのでつけっぱなしで生活してます。ご存知の方も多いと思うんですけど、ここにドライバーみたいなのでこうカチャッと止めるとこのまま外れないっていう、長く使いたいからっていう理由で一応ダイヤ入りの6席のダイヤ入りのものを買っていて、それも気に入ってるポイントの一つです。次なんですけど、前回のこれジュエリー動画には出てきてないアイテムで、なぜかというとちょうどお直ししてたんですね。買ったばっかりで。ハリー・ウィンストンのテニスブレスレット、いて挟んだ。はい、こんな感じです。ハワイのハリー・ウィンストンで、この間買ってもらったものなんですけど、これはギフトです。スイート10っていうのかなの、お祝いっていうかギフト。最近誕生日プレゼントもらってなかったので、それも全部込みということで、このハリー・ウィンストンのテニスブレスを、プレゼントでいただきました。でこれはもうまさに一生もののジュエリーという感じで、ハワイの店舗に足を運んで試着したらすごい綺麗で、ほぼ即決みたいな感じで決めてしまったので、あんまりね他のブランド、いろんなブランドをこう比較検討とかしてなかったんですけど、こういうのって結構直感だったりとかも大事だなと思うので、テニスブレスレットは、結局ハリー・ウィンストンで購入しました。これは、サイズ直しをしていて、本当はもっと長かったんですよ。もう今これ指2本分ぐらいの余裕なんですけど、かなりブカブカで手から落ちはしないんだけど生活しづらいなっていう感じがあったので、すっごい迷ったんですけど、石を何個か外しました。その分キラキラが減っちゃうのがすごいもったいないなと思ったんですけど、そのね石だけで最後戻してもらえるので、なんかそれでリメイクしたりだったりとかっていうのもいいかなと思って、とりあえず今回はお店でお願いしてお直ししてもらいました。で、結婚指輪だったり婚約指輪だったりとかつけてるやつですね、いつもつけてるやつだったりとか、あともうちょっとカジュアルに使えるアイテムだったりとか、ジュエリーの動画の方で全てご紹介しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。動画の途中なんですけど、今回は珍しくコラボ動画となっています。ジュエリーブランドのアイディールっていうのは、私がずっといつも見てるニューヨークに住んでる YouTuber の方がいて、その子がいつもつけてて気になっているジュエリーがあって、すごい偶然なんですけど、そのブランドさんから直接 DM が来てコラボしませんかっていうお誘いをいただいたので、今回はぜひお願いしますということでジュエリーのブランドさんとコラボすることになりました。アイディールっていうブランドなんですけれど、今つけてるのがまさにアイディールのジュエリーなんですけど、今回はピアスにしました。はい、左が今こんな感じで、右がこんな感じですね。アイディールのジュエリーの基本の形っていうのがちょっと今外すんですけど、一粒のピアスがベースになってます。さっきのパーツですね、これイヤーカフ、先端にねこう穴が開いてるので、そこにピアスのポストをこういう感じで
通します。でこのイヤーカフの部分をちょっと上の方が可愛いかな。でこういう感じで一粒ダイヤのピアスをメインに組み合わせを楽しむことができるっていうジュエリーなんですけど、あとね他にもねこれもすごい可愛くて、イヤーカフの部分にダイヤがついてるタイプです。これも同じようにこのポストの部分を差し込んで耳につけるとこんな感じになってます。これがねスパークっていうイヤーカフです。でこっちの左側ダイヤがチェーンになってるすごいちょっとゴージャスなデザインがソーラーっていうデザインの名前です。イヤーカフ会社員時代に何個か持ってたんですけど全部なくしちゃって、なんか飲み行った日とかに帰るとないんですよね。これのいいところはこうチェーンでつながってるので、もし万が一これが落ちちゃってもなくすことはないですよね。それはすごい安心だなと思ってるポイントです。今のところこれ届いてから1ヶ月ぐらいつけてるんですけど、1回もね取れたことないです。かなりしっかりした作りになってるなという印象です。最後のアイテムがこれですね。最初つけてたやつなんですけど、最初右側につけてたデザインですね。これが一粒ダイヤのピアスを入れて後ろからこのパーツをくっつける。ホールの部分が4段階になっているので、このね自分の開いてるピアスの穴の位置に合わせて位置を変えれるのもいいですよね。今両耳同じものをつけてます。ダイヤモンドスタッドっていうベースとなる一粒ダイヤのピアスにリアっていうパーツを組み合わせて使ってます。これぐらいならオフィスでもいいんじゃない？どうでしょう。地金の色もイエロー、ホワイト、あとローズゴールドの3色から選べるので、自分の肌色に合ったものだったりとか、私こっちとかはもう完全に組み合わせちゃって使ってるんですけど、こういう組み合わせも面白いなと思っていろいろ冒険しながら楽しんで使ってます。アイディールのジュエリーはベルギーのアントワープっていう、私もこのブランドさんと仕事をする時に初めて知った場所なんですけど、ダイヤの聖地って言われてる場所らしくて、そこでデザインされてるジュエリーになっています。ラボグローンのダイヤを使ってるので、比較的手の届きやすい価格帯での展開が実現しているということみたいです。概要欄にリンクと 10% オフのプロモコードを発行していただいたので、それを載せておきます。気になる方はぜひチェックしてみてください。一生もののハイブラアイテム、引き続き、紹介していきたいと思います。一生ものっていう風に考えた時に今回3つバッグを選びました。まず1つ目なんですけど、バーキン25のエトゥープゴールド金具です。こんな感じ。中にバッグインバッグを入れて大事に使ってます。これは出会いは日本のエルメスで買いました。第一希望のスペックがこちらでした。黒のバーキンも持ってるんですけど、もちろんねこれも一生ものとして使えるとは思うんですけど、どっちの方が使ってるかなっていうと、個人的にはエトゥープの方が使用頻度が高くて、この2つは定番で買って間違いなかったなと思うアイテムなんですけど、今回あえてこっちを選んだ理由は、自分の、ファッションだったりとかに一番合わせやすい色が私的にはエトゥープ。やっぱりねバーキンで一番使うのはこのエトゥープのゴールド金具です。実際に持ってみるとこれぐらいです。私身長160センチあるんですけど、まあちょうどいいかなっていう感じですかね。次じゃあせっかくなんでエルメスじゃないやついこうかな。こちらです。シャネルのガブリエルというバッグです。マトラッセとかと比べるとそんなにメジャーじゃないんですけど、このチェーンの部分がシルバーとゴールド2色ついてて、こうどっちも入ってるのがすごい使いやすいなと思っていて、ツーウェイこういう感じでも持てるし、こう一回ここでクロスさせてこんな感じで持つのもおすすめですという風にお店の方に教えていただいたので、この使い方よくしてます。でなぜこれを選んだかというと、私これ一番旅行に使ってるバッグがこれなんですね。でなぜかというと、やっぱりバーキンとかマトラッセとかってもちろん一生ものとしては優秀だと思うんですけど、パッと見ですぐバーキンだな、シャネルだな、ハイブランドのバッグだなって分かるデザインなので、防犯的な意味じゃないですけど、もちろんねここにねシャネルの
ロゴはついてるんですけど、こう隠しちゃえば全然わかんないし、すごいねファッションに詳しい泥棒だったらわかるかもしれないけど、ハイブランド持ってますっていう感じがしない。かつ、私の中で大事なのはYouTube の撮影をするので DJI ポケットっていう、カメラが入るサイズじゃないと使えないので、それプラスお財布だったりとかパスポートだったりとかが入るサイズだとこれがちょうどぴったりなので、これをかなり気に入って使ってます。結構なんか旅行におすすめのバッグだなというふうに個人的には思ってます。サイズ感はねこれちっちゃい方のサイズなので、もう一個大きいサイズとかもあるんですけど、私はちっちゃい方のサイズを使ってます。3つ目はこちらです。これね結構私一時期インスタでよく出してたんですけど、ヴィンテージのケリーの32です。これ家族から譲ってもらったものなので自分で購入したものではないんですけれど、今ってねストラップついてるじゃないですか、ケリーって。これついてないすごい昔のデザインです。色はノワール黒にゴールド金具です。立って持ってみるとこんな感じ。25とかと比べるとちょっと大きいんですけど、やっぱりね容量があるのは個人的には助かるなというふうに思っていて、旅行の時とかなんか私これすごい秋に使いたくなるので、秋結構これは使ってます。なんかねやっぱりエルメスもなかなか手に入らないので、最近海外のインフルエンサーさんとかあと YouTuber の方とかの動画見てると、結構日本とかでヴィンテージショップ巡りしてエルメス買ってる方とか多いなっていう風に思ってるので、気になってるアイテムはヴィンテージも視野に入れて探してみようかなという風に最近ちょっと思ってるところです。次は小物系ですね。小物系は靴と、コートをご紹介できればなと思ってます。これ3年前に買ったんですけど、ザローのブーツすごい履きやすくて、ちょっと厚底になってるのでスタイルアップも狙えるし、履いていくうちに馴染んできてすごい今いい感じになってます。定番のブラックですね。これ毎シーズン冬はめちゃくちゃ活躍してるので、もう元取ったんじゃないかなぐらい履いてます。でもう一個靴、定番ですけどマノロの半岸の素材はレースになってるもので、色は黒ですね。やっぱりねこのキラキラがすごい可愛いのと、シンプルなお洋服に、この靴履くだけでコーデが綺麗にまとまるなと思ってるので、これすごい気に入ってます。半岸のヒールって私他にもサテン持ってたりするんですね。でヒールもそうだしフラットのサテンも持ってるんですけど、レースの方がここの素材が柔らかいので足が痛くなりづらいっていうのもお気に入りのポイントです。見た目的にはもちろんサテンもすごい綺麗で見てるだけでテンション上がる感じではあるんですけど、履き心地だったりとかフィット感っていうのかなっていうと、やっぱりレースの方が柔らかいのでついつい履きやすいレースの素材を手に取りがちです。で、最後コート、マックス・マーラのリュドミラ、これはねオーストリアかな、ウィーンで買いました。ローブタイプのコートでカシミヤなのでお値段結構するんですけど、これは一生ものかなと思って奮発して購入しました。薄手ではあるんですけど、やっぱりカシミヤなのですごいあったかくて、ロングコートはね風強い時とかもあったかく過ごせるので、私やっぱベージュが好きなのでこの色味がやっぱり一番しっくりきて、何色か多分展開はあるんですけど、私はこのベージュのサンドだったかな色にしてます。これが、マックス・マーラのリュドミラですね。丈感ねちょっと長めかも。でちょっと気をつけなきゃいけないのがベルトのホールがないので、これいつも落とさないようにポッケに入れてます。使わない時はこんな感じでこのポッケに入れてお店で預ける時だったりとか、前を開けて着る時だったりとかはこのポケットに入れてなくさないようにしてます。一通り一生もののアイテムはご紹介したんですけど、20代の時に買って今でもずっと持ってる現役で使ってるものを最後ご紹介したいと思います。3つですね。1つ目が時計です。カルティエのタンクフランセーズです。地金の色がゴールドとステンレスかなのミックスになっている色で、私いつも秋冬はこれを使っていて、就職した時か
20代前半で買って会社員だったので、そういう場でも難なく使える。ドレスコード厳しいオフィスだとこのゴールドも良くないっていう感じで全部ステンレスにしてるお友達もいました。私のオフィスは結構緩かったので私服でしたし、普通にこれ会社にもつけてたし、20代からずっと30代にかけてかなり使ってるアイテムの一つです。で2つ目がマトラッセ。これまたヴィンテージです。マトラッセ今また値上がりしてますからね。なんか当時は多分50万とかで買えた、もっと安かったのかな。こんな感じです。この色からも分かるようにヴィンテージの色味ってちょっとゴールドの色が違ったりとかしていて、でこの革もマトラッセなんですけどもかなり昔のものなのでペタンとこうしているのが今の状態ですね。これね実はかなり色あせというか色が取れちゃってたのと、あと傷がついてたので、だから2021年とかかなにシャネルのお店に持ってって全部塗り直しっていうのかな、角の部分だったりとかのお直しをしてもらいました。そこからすごいまた綺麗になって復活して戻ってきたので、やっぱりまさにこういうバッグは一生ものだなというふうに思ってるところです。シャネルとか、エルメスとかってヴィンテージも結構出てるので、一生ものと言われるアイテムが多い理由も分かりますよね。これが2つ目、シャネルのマトラッセです。で最後なんですけど、もう一個シャネルの長財布で、これいつ買ったかというと、私が留学してた時なので2012年ニューヨークで買ってもらったものなんですけど、全然現役で使えるっていうのはすごいなと思っていて、日本だと長財布使うんですけど、海外に引っ越してからはちょっとやっぱ使用頻度は減ったっていうのはあるんですけど、めちゃくちゃ長持ちです。一回も修理してないですし、やっぱキャビアスキンなので傷も目立たないですし、結構ねくたっとはしてるんですけど、であとねこの金具の色だったりとかもちょっと焦ってはいるんですけど、まだまだ全然使えるなっていう印象です。でやっぱりキャビアスキンは時間が経ってからもいい状態を保てるんだなっていうのをこのお財布を見て思いました。というわけで一通り紹介終わりました。最後にね、ちょっとだけお話しするんですけど、一生もののアイテムって結構高いアイテムになると思うんですけど、私も今までいっぱい失敗してきたので、それを踏まえて自分の中で決めてるルールみたいなのがあって、それをちょっとだけお話しして終わりたいなと思います。買う時のルールなんですけど、さっきのテニスブレスの話じゃないですけど、欲しい時って大体即決が私は多くて、もちろん人にもよると思うんですけど、私は結構即決で、もうこれってなったらそれしか目に入らないタイプなので、イコールちょっと迷うってことは多分使わない可能性が高いと思っています。もうちょっと若い時は迷って買ったんだけどやっぱり使わないみたいなことって結構あったので、迷うんだったらちょっと一回持ち帰る、せめてその場で決めずに、エルメスとかだとなかなかそうはいかないのもわかるんですけど、迷うってことは多分使わないなっていうのをなんとなくマイルールで1個持ってます。であともう一個はそれにもちょっとつながるところなんですけど、例えばね私だったらミニケリーがずっと欲しかったので、去年やっと買うことができたんですけど、ミニケリーが欲しいっていう頭があるから、なんとなくね形の似てるものだったりとかサイズの小さいバッグに惹かれてしまう時期がすごいあって、何かの代わりとして高価なお買い物はやめた方がいいなっていうのを自分の経験を持って特に強く思っているところです。であと3つ目は、さっきのラインナップからも分かるように一生もののアイテムになりうるもの、そのブランドごとで定番の形のものだったりとかっていうのが多いんですね。エルメスだったらケリーとかバーキンとか、シャネルだったらマトラッセ、迷ったら定番の型、昔からある型を選んどいた方が最終的にやっぱり長く使えるなっていう風に思うし、例えば将来娘ができて譲りますってなった時に、今後10年20年先も定番として残るアイテムを買うのがおすすめかなという風に個人的には思ってます。この間ね質問であったのが、コンスタンスかマトラスだったらどっち買いますかっていう質問があったんですけど、私はそのブランドをまたいだ、2択だったら、さっきの理由で言うとやっぱり定番の方っていうのはマトラッセなので、私だったらマトラッセを買うかなっていう風にお返事をした記憶があります。以上になります。今回の動画はアイディールというジュエリーブランドとのコラボ動画になっていて、動画の中盤におすすめのジュエリーだったりとか、概要欄の方に今日
ご紹介したジュエリーのリストと、あとリンク、10% オフのプロモコードもいただいているので、そちらもよかったら使ってみてください。はい、というわけで動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。